はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。テレビを見ていて、雑誌を見ていて、YouTube やその他 SNS を見ていて、美味しそうな料理が出てくると、無性に食べたくなることありますよね。今日はふと目にした分厚いカツ丼が食べたくなったので、カツ丼を作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの豚のロースを使ってカツ丼を作ります。どちらかというと肩の方に近そうですね。見てわかる通り分厚いカットで約5センチの厚みがあります。これはかなりボリューミーですね。通常のとんかつの2倍近い厚さになりそうです。最近分厚いカツ丼を食べている映像を見て無性に分厚いカツ丼が食べたくなったので今日は作ります。カツ丼の発祥には諸説あります。カツ丼と一言に言っても地域などでカツ丼の認識も違うようです。一般的にカツ丼といって多くの日本人が想像するのは、とんかつと玉ねぎをだし、醤油などで煮込み、卵で閉じてご飯の上に盛ったものですよね。今でこそ気軽に食べられるカツ丼ですが、昔の日本ではご馳走だったようです。なので、経済的に豊かではなかった時代の刑事物の映画やドラマなどでは、取り調べ中に高カロリーのカツ丼を食べさせて、被疑者の弱った心を揺り動かし、情に訴えかけ自白させるアイテムとして重宝されたそうです。実際に刑事が取り調べ中に食べ物を渡すことは自白を誘導することになるため禁止されているようです。表現の一つとしてカツ丼が定着してしまったのも面白いですよね。それだけ日本人には馴染みのある食べ物だったし魅力的な食べ物なのかもしれません。今日はこの分厚いロース肉をとんかつにするのですが、これをそのまま油で揚げても中まで火を通す頃には肉が硬くなってしまうので、下準備として低温調理器を使って調理します。まずは肉の両面に塩コショウを振り下味をつけます。次に真空パックします。今回はこの厚さのお肉なので芯温を規定の温度にするために63度4時間調理します。時間と温度をセットして調理開始です。あとは4時間待つだけです。調理が終わったので取り出します。袋から取り出してみましょう。結構肉汁が染み出ていますね。以前ステーキの低温調理についても動画にしているので、よかったら参考にしてください。水気を切って次に小麦粉、溶き卵、パン粉で衣をつけます。こんなに分厚いとんかつ揚げたことないですね。それでは準備は整ったので早速揚げていきましょう。中まで調理されているので、あとは表面がカリッと仕上がれば完成です。この厚さのとんかつを油で一から均一に揚げるのはかなりの技術が必要ですが、低温調理器はそんな悩みも解決してくれます。こんな重量のとんかつは初めてですね。早速カットしてみましょう。とんかつをカットするとピンク色で生焼けと不安になる方もいるかもしれませんが、実はピンクだから全てが生焼けとは言えません。豚肉は80度以上で焼いた肉の色に変化します。それ以下の温度で適切な時間加熱をしていてもピンク色の可能性があります。肉汁が赤かったり生臭い場合は生焼けの可能性もあるので注意しましょう。次に出汁を作ります。鍋に水を入れ、今試作中の出汁パックを入れて出汁を取ります。4分くらい煮込んでパックを取り出します。次に出汁、酒、みりん、醤油、砂糖を混ぜて割り下を作ります。作った割り下をとんかつにかけるようで少量は煮詰めておきます。次に鍋に先ほどの割り下と玉ねぎを入れて火にかけ蓋をします。玉ねぎが煮えたら溶いた卵を入れます。今回は閉じないカツ丼にしましょう。丼にご飯を盛り付け、卵を乗せてとんかつを乗せます。最後に煮詰めたタレをかけて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は大関株式会社の夢見る羊純米濁り酒を飲んでみましょう。濁り酒とはオリと呼ばれる白濁したものが酒の中に残っている種類の日本酒です。なんとなく見た目は韓国のマッコリにも似てますね。一般的に日本の濁り酒は米のみで作られますが、マッコリは米以外にも副原料としてさつまいもやじゃがいも、豆などが使われたりします。口に含むとマッコリに近い味わいを感じますが、より甘さがありコクを感じます。マッコリの方が酸味がありますね。こちらの濁り酒は甘みがありふくよかな味わいで飲みやすいですね。しっかりと冷やして飲むのが良さそうです。それではカツ丼いただきます。このまま手の筋トレができそうなくらいの重量です。見てください。この肉のボリューム、肉厚という言葉がふさわしいですね。卵で閉じないことで衣のサクッと食感も楽しめます。
こんなに分厚い肉ですが、4時間低温調理することで柔らかくジューシーに仕上がっています。まさにベストな仕上がりですね。1枚でもステーキのような満足感です。この出汁の効いた卵と玉ねぎもまたご飯とよく合います。肉が大きすぎてなかなかご飯までたどり着かないです。ちょっとお皿に移しながら食べ進めます。肉厚なお肉をステーキやカツで調理するのは難しいですが、低温調理を活用することで誰でも簡単に調理ができますね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。カツ丼いかがでしたか？低温調理はまだまだ奥が深いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。